Mr. Japanese Channel。 あれ、手が止まったね。もう、無理かも。何が？この漢字テスト。明日までに50個覚えなきゃいけないのに、まだ10個しか。昨日は何個だった？昨日 ?5 個くらい。じゃあ倍になってるじゃん。でも、50には全然足りない。ねえ、なぜ諦めたくなるのに、まだここにいるの？それは、その答えが、今日のテーマにつながるんだ。なぜ私たちは辛くても続けられるのか？ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。僕はケンゾーです。私はみつき。いつも聞いてくれて、本当にありがとうございます。さて、本題に入る前に、みんなに質問があるんだ。大事な質問だよ。難しいことに直面したとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？ A タイプは、すぐに助けを求める人。B タイプは、まず自分で頑張ってみる人。どっちが良いとか悪いとかじゃないよ。そう。ただ知りたいだけ。コメントで A か B だけでいいから教えてね。ちなみに私は A タイプかな。すぐ、助けてーって言っちゃう。僕は B タイプ。でもね、それで苦労したこともあるんだ。どういうこと？今日話す我慢に関係してる。我慢？我慢するの我慢？そう。でも日本語の我慢は、英語の endure や tolerate より深いんだ。深い？単なる耐えることじゃない。内なる強さを育てることなんだ。内なる強さ？今日、7つのステップでこれを探求する。7つ？最後には、あなたの難しさとの向き合い方が変わるかもしれない。それは、すごく知りたい。じゃあ始めよう。ステップ1、基礎から。我慢って本当は何？良い質問。多くの人は我慢を苦しみに耐えることだと思ってる。違うの？それは一部。でも本質はもっと積極的なもの。積極的？萎えることが？我慢は竹みたいなものなんだ。強い風が吹いても竹は折れない。曲がるけど。しなやかに曲がって。そして風が過ぎたらまたまっすぐに戻る。それが我慢の本質。ただ耐えるだけじゃなくて、柔軟に対応すること？まさに、硬い木は折れる。でも竹は生き残る。それは美しいメタファーだね。だから日本人は困難な時も表面は静かに見える。でも内側では？強さを育ててるんだ。竹のように。なるほど。だから我慢は弱さじゃなくて強さなんだ。では最初のシナリオを見てみよう。東京のオフィス、午後7時。まだ明かりがついてる。田中さんという若い社員がいる。デスクに座ってる。彼の前には大量の書類。明日の朝までにプレゼン資料を完成させなきゃいけない。彼の顔を見て何を感じる？疲れてる。でも、落ち着いてる？そう、パニックじゃない。深呼吸してる。一つ一つタスクをこなしてる。隣の同僚が声をかける。手伝おうか。田中さんはなんて答える？大丈夫です。ありがとうございます。もう少しで終わります。でも、まだたくさん残ってるよ。それが我慢。自分の責任を最後まで全うする姿勢。だから助けを断ったんだ。この場面の深い意味を分析しよう。大丈夫ですって、本当に大丈夫じゃなくても言うよね。そう。でもこれは嘘じゃない。じゃあ何？私はこれを乗り越えられるという宣言なんだ。自分への？自分にも相手にも。心配しないで。私は強い。というメッセージ。それは孤独じゃない？西洋の視点ではそう見える。でも日本文化では違う？他人に負担をかけないことが
思いやりなんだ。ああ、迷惑をかけないという考え方？まさに、自分の問題は自分で解決する。それが大人の責任。でも、限界もあるよね。もちろん。だから我慢には知恵も必要。いつまで頑張るか。いつ助けを求めるか。バランスが大事なんだ。ここでちょっとチェックポイント。休憩だね。クイック質問。あなたが最後に我慢したのはいつ？みんな、ちょっと考えてみて。満員電車？長い会議？難しい勉強？私は、この収録の前のリハーサル、何回も間違えて、でも諦めなかった。ケンゾが優しかったから。それも我慢の一部。お互いを支え合うこと。では次のシナリオ。もっと複雑だよ。留学生のサラがいる。JLPT の N2 を受けてる。どんな様子？額に汗が。手が震えてる。読解問題で止まってる。知らない漢字がいっぱい。わかる、その気持ち。彼女の頭の中で声が聞こえる。もう無理。諦めよう。でも、鉛筆を置かない。そう、深呼吸する。もう一度読む。一文字ずつ、ゆっくり。完璧に理解できなくても、文脈から推測する。それが我慢？それが我慢の現代版。完璧を求めず、できることをやる。試験が終わって友達が聞く。どうだった？空は笑顔で、まあまあかな。でも内心は？めちゃくちゃ頑張った。でも、それを大げさに言わない。それも我慢の一部？感情をコントロールすること。謙虚でいること。さて、我慢についてよくある間違い。これ大事。間違いその1。我慢は感情を殺すことだと思うこと。違うの？全然違う。感情を認めて、でもコントロールすること。感じないんじゃなくて、表現の仕方を選ぶんだ。その2。我慢は一人で苦しむこと。私もそう思ってた。実は、我慢は共同体の強さなんだ。どういうこと？みんなが少しずつ我慢することで全体が調和する。なるほど。一人が爆発したらみんなに影響する。その3、我慢に終わりがないと思うこと。終わりはある？もちろん、状況が変わるまで、または自分が成長するまで。じゃあ永遠じゃない。この時期を乗り越えれば、必ず変わる。その信念が我慢を支える。今週のアクションチャレンジ。これやってみて。今日から1週間、小さな我慢を一つ選ぶ。例えば、朝5分早く起きる。スマホを見たい気持ちを十分我慢する。苦手な漢字を毎日3つ練習する。小さくていい。でも、毎日続ける。そして気づいて、1週間後、何が変わった？自分が少し強くなった感じがする。コメントで結果を教えてね。B、チャレンジやったみたいに。楽しみにしてるよ。ここで、本当のことを話してもいい？もちろん。何？実は僕も、我慢で失敗したことがあるんだ。ケンゾが？大学時代、留学したての頃、何が起きたの？日本語が全然できなくて、でも誰にも言えなかった。なぜ？プライドかな。自分でできるって思ってた。それで？3ヶ月間、一人で苦しんだ。授業についていけない。友達もできない。辛かったね。ある日、クラスメートが気づいてくれた。大丈夫？元気ないって。それで打ち明けた？最初は大丈夫って言った。でも、彼女が待ってくれて。優しい人だね。そしたら、涙が出てきちゃって、全部話した。その後は？彼女が勉強会に誘ってくれた。
他の留学生も同じように苦しんでた。一人じゃなかったんだ。そこで学んだ。我慢は一人で抱え込むことじゃない。じゃあ何？弱さを認める強さを持つこと。助けを受け入れる勇気を持つこと。それが本当の我慢なんだ。そう。自分の限界を知って、それでも前に進むこと。今はどう？あの経験があったから、今ここにいられる。人に優しくできる。美しい話だね。みんなにも伝えたい。我慢は孤独な戦いじゃない。我慢についてもっと知りたくなった。実はね、我慢には季節がある。季節？春の我慢、夏の我慢、秋の我慢、冬の我慢。それぞれ違うの？全然違う。日本人は季節によって我慢の仕方を変えるんだ。知りたい。それは次回のエピソードで。ずるい。次回、四季の我慢をお楽しみに。待ちきれない。さて、今日のベストフレーズ3選。覚えておいてほしい。3つ。一つ目は、我慢する。耐える。でも、内なる強さを育てる。2つ目は、大丈夫です。心配しないで私は強いというメッセージ。そして三つ目は、もう少しで終わります。希望を持ち続ける表現。この3つ、日常でぜひ使ってみてね。特に辛い時に、言葉にすることで本当に強くなれる。今日の完全なスクリプトはブログで読めるよ。ベストフレーズ3選も漢字と例文付きで載ってる。マヤンの他の使い方も紹介してる。復習したい方は説明欄のリンクからチェックしてね。じゃあ最後にもう一度聞くね。難しいことに直面したとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？コメントで A か B だけでいいから教えて。そして今週のチャレンジをやったら？ B、チャレンジやってみた。5分早起き続いてる。みたいに結果も教えてね。皆さんのコメント、本当に楽しみにしてる。一つ一つ読むからね。次回も参加したいなら、ミスタージャパニーズチャンネルをチャンネル登録してね。文化を学ぶって、事実を知ることじゃない。異なる目で世界を見ること。小さなことに意味を見つけること。そしてそれがすべてを変える。我慢は苦しみじゃない。成長するための道なんだ。一緒にいてくれてありがとう。次回まで学び続けて成長し続けて。竹のようにしなやかに。みんな気をつけてね。またね。ママ、してみようかな。きっとできるよ。